日本語銀行券が刷新され、慶應義塾大学創設の福沢諭吉が一万円札から消えて、草木氏の恩義に報いるため、慶應義塾大学医学部を創設した北里下三郎が5000円札になります。最近は円安が161円になったりして、日本銀行も円相場に関与していますが、そもそも日本銀行の基本的な役割はありません。日本銀行やお札の役割とは何でしょうか。なんかね、昔聞いた話で信憑性がないんですけど、日本銀行の作るときに、ユダヤ系の財閥がお金を出してるっていう説を聞いたことあるんですよね。で、FRB っていうアメリカの中央銀行もユダヤ系の人がお金を出してるっていうのを聞いたことがあって、FRB もアメリカの政府と独立してるし、日本銀行も一応日本の政府とは独立していて、別の団体ということになってるんですよ。で、通貨発行権を持ってるっていう状態で、香港って、今でもそうなんですけど、香港のドルって、HSBC とか、普通に一般銀行が香港ドルを発行してるんですよ。4種類ぐらいなんだっけ。香港の銀行の3つだか4つだかが自分たちで独自の香港ドルのお札を出してたりしてっていうのがあって、お札を出す発行権というのは、実は結構ビジネス的に美味しいよねっていうのがあって、ユダヤ系の人たちがけしかけて作ったのではないかという陰謀論が結構あったりするんですよ。日銀の株も一応買えるんですよ。今でね、1株30万円ぐらいで確か買えるかな。オンラインでは買えなくて、銀行の窓口とかで申し込むと結構買えるところがあるらしいんですけど、配当もほぼ出ないので、持ってたとしても、持ってるよふーんっていう地盤なだけで、ほぼ意味ないんですけど、でも一応その法律上は株券を持ってる人たちも何らかの権利があって、っていうことになってるっぽいので、なので日本銀行がなぜ作られたのかっていうふうに考えると、結構なくても運用は可能なのではないかっていう説は結構あるんですよね。だから、本当に必要なのかっていうと、そこら辺別になんかね、微妙なところなんじゃないかなと思うんですよね。ジンバブエじゃなくて、ルで始まるアメリカの国の中央銀行の総裁が日本人だったことがあるんですよね。ルワンダだ。ルワンダの中央銀行の総裁が、1970年から82、3年ぐらいかな。中央銀行総裁が日本人だったことがあるんですけど、中央銀行というの構造としてあるんですけど、でもそこが外国人が普通に運営していて、で別になんかそこで悪さをするわけでもなく、すごくルワンダの経済に貢献した人なので、割とルワンダ国内で評価されてるんですけど、内戦あったところですね。はい。なので、構造として別に銀行として本当になんか一般の銀行として必要な機能というのは実はなくても書類上のこういう感じにして通貨発行したということにしましょうみたいな帳簿上の存在としても多分成立するっぽいんですけど、厳密に中央銀行的なものがなんか本当に必須なのかって言われると結構微妙なんですよね。で、お札の役割みたいな話なんですけど、例えばヨーロッパ EU ってどこの国が出したかユーロでも使えるので、スペインが出したユーロ札とか、フランスが出したユーロ札とか、ラトビアが出したユーロ札とかも使えるんですよ。なので、日本の場合は日本銀行が出したお札しか使えないですけど、別に他の国もバンバンお札刷ってて、それ使ってるみたいなのもあるので、なので逆に言うと、お札刷らなくても流通するんですよね。ラトビアが別にじゃあラトビアでユーロ札をするのやめるって言っても、別にスペインのユーロ札使ってもいいし、フランスのユーロ札使ってもいいし、別に刷らなくてもいいんじゃねみたいな。そうするとなんかお札作るだけコスト高いんじゃねみたいな。っていうのもあったりするので、厳密にどうなのっていう。こんばんはいきなりで恐縮ですが、お札、日本銀行券は日銀の債券ですよね。違います。しかし1万円札を日銀に持って行って1万円分を何かしらで返してくださいと言っても何も返ってこないわけです。つまりお金って虚空な存在だと思うんですが、なんでそんなもののためにみんな一喜一憂しなければならないのか理不尽に思います。ひろきさんはどんなシステムなら不平等なくいろんな人が幸せになれると思いますか？もともとは金と打換できたんですよね。金1万円分と交換できる券ということで、1万円札っていうのを出してて、昔はなので、日銀に持ってって、金1万円分に変えてくれるよって言うと変えてくれる打換制度っていうのがあったんですけど、で、今もう世界中の国で金属との打換制度を持ってる国はなくて、なんとなくみんなお札って価値があるよねっていうのと、税金を国のお札で払わなければならないというシステムがあるので、結果としてお札が必要になるんですよ。商売の活動とかをしている人は、例えばじゃあ、普通に1000万円儲けたら、だいたい500万円ぐらい税金払わなきゃいけないんですよ。利益でね。で、そうすると、500万円分の日本銀行券を持ってこい。さもなくば、
刑務所に入れるぞっていうのが日本の法律なんですよ。税金払わなかったら脱税で捕まえるぞっていうのが日本の法律なので、お金を儲けた人は、別に何で儲けてもいいんですよ。別にドルで儲けてもいいし、仮想通貨で儲けてもいいんですけど、でも最終的には税金は日本銀行券で払わなければいけないんですよ。なので、日本銀行券を誰かから買わなきゃいけないんですよね。っていうのがあって、日本銀行券を集めるっていう競争をみんなやるんですよ。なので、税金がなくなると日本銀行券を持つ必要なくなるっていうのがあったりするので、なので、じゃあ別にドルでもいいんじゃねえとか仮想通貨でもいいんじゃねえとかってなると思うんですけど、税金のシステムがある限りは日本銀行券が必要っていうのになるんじゃないかなと思うんですけど、で、一喜一憂するかどうかっていうのは、価値のあるものが欲しいかどうかって話で、日本円というお札の幻想に一喜一憂してるわけではないんですよね。日本円でも別にドルでもユーロでもいいんですけど、ドルでもユーロでもあると、じゃあプレステ5が買えますとかっていうのがあるので、交換価値のあるものが欲しいというだけであって、別に日本銀行券という紙切れが欲しいわけじゃないですよ。なので、交換価値のないお札だと別に人は欲しがらないんですよね。こういうネタの時用で、入れっぱなしにしてたやつなんですけど、お札で割と有名なお札なんですけど、言えねえか。リザーブバンクオブジンバブエって書いてあって、0がね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。0がいっぱいあるんですけど、当時のやつでパン1個も買えないらしいんですよね。っていう感じで、0めちゃくちゃいっぱいあるけど、別に何にも買えないっていうジンバブエのお札でした。はい。一応ジンバブエに行くとお土産として札束セットをね、5ドルとかで売ってくれるんですよ。500円ぐらいで大量の札束なんですけど、一応ね、ゼロが多い方が価値があるんですけど、札束セットで買うと、どんな額が入ってるかよくわかんないっていうのがあって、で、札束セットで買うよりは割とゼロ多いやつを1枚2ドルで買って売ってくれよっていう方が割と高いのが買えるんですけど、ただ基本ただの紙切れです。何故大事にしてるの？単に置く場所がなくてこの引き出しに入れっぱなしにしてて、こういう機会が確か前にも一回あったんですよ。なので、その時用で持ってたっていうだけです。はい。まあ、お札っていうのは所詮共通幻想みたいなので、日本円に一応価値があるのは日本国に価値があるからで、日本国に価値がなくなると、ただの紙切れになる。なので、昔はジンバブエという国というか政府には割と信用があったんですけど、一時期ジンバブエという国は信用がなくなってしまったので、どんな札束出したとしても、何兆ドル、ジンバブエドルとか出したとしても、もうお前の国信用できねえよっていうので、ただの紙切れになってしまった。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。